黒ひげの計画って何だと思いますか？黒ひげはエースに俺が成り上がる手段はもう全て計画してあると言っていますよね。白ひげの船で闇闇の実が手に入る時まで何十年も黒ひげが練っていた計画です。その割にはこれまでの行動のどれが計画したことだったのかいまいちわかりません。そこで僕が考える黒ひげの計画の結論を言います。僕が考える黒ひげの計画とは、古代兵器プルトンに匹敵する船を作ることです。どうもトモです。この考えをまとめるために黒ひげのこれまでの行動を順に追っていきましょう。現在の黒ひげは結果的には闇闇の能力とグラグラの能力を手に入れ4校にまでなっていますが、この状況は思い描いていた計画とは関係が薄いのではないかと思います。グラグラの能力は倒したエースを海軍に渡すことで頂上決戦を引き起こし、漁夫の利を得ることで手に入れました。しかしエースを仲間に勧誘していたこともあるので、これは結果的にそうなっただけで本来の計画外のことです。赤髪海賊団と戦うのはまだ分が悪いと自軍との戦力差を考えていたところを見ても、万全の状態の白ひげ海賊団と戦ってグラグラの実を手に入れようと最初から計画していたとは考えにくいですよね。明らかになっている計画は、できることなら闇闇の実を手に入れたい、白ひげ海賊団を出たら真っ先にドラム王国へ行く、インペルダウンに行くために七部会に入る、能力者狩りをして悪魔の実を集めるの4つだと思います。麦わらの一味がクロコダイルを倒したため七部会の椅子が1つ空きましたが、そうでなければ自分たちで七部会の一角を落とす必要があったと思います。ではなぜ何十年も我慢してきた計画の最初の行動が七部会の誰かのところではなく、グランドラインを逆走してドラム王国に行くことだったのか。もしも黒ひげの計画が強力な仲間を手に入れて海賊団の武力で成り上がるというものだったのであれば、特に大きな戦力などいないドラム王国に行く必要はなかったように思います。推測ですが、ドラム王国での目的がファーストプランで、インペルダウンに行くことはファーストプランが失敗に終わった時用のセカンドプランだったのではないでしょうか。ドラム王国での目的として考えられる候補は、ワポルのバクバクの実の能力とドラム王国の持つ医療技術です。バクバクの実の能力で僕が注目しているのはバクバクファクトリーです。食べたものを合体させてしまう能力で、チェスとヒゲマワリモが合体させられました。この場合、人と人との合体でしたが、物と悪魔の実だった場合どうでしょう。これはベガパンクが発見した物に悪魔の実を食べさせる技術と同じことができるのではないかと考えます。古代兵器プルトンは悪魔の実を食べた戦艦ではないかという考察は以前から多くされていますよね。船と悪魔の実をバクバクファクトリーで合体させてしまえば、悪魔の実を食べた戦艦の完成です。一つ気になるのは、吐き出すとはいえ能力者であるワポルが悪魔の実を口に入れても大丈夫なのかということですが、おそらく大丈夫です。白々の実のカポネペッジはルビーやシーザーなどの能力者を体内に入れても平気でしたよね。消化吸収するのでなければ体内に入れること自体は問題ないようです。ワポルがバクバクファクトリーをする前にバクバクショックワポルハウスとわざわざ家の形になっているのは、これが食事ではなく工場に材料を入れるイメージだということをはっきりさせるためだと思います。黒ひげは悪魔の実を食べた戦艦を作るためバクバクの実の能力を奪いたかった、もしくは能力者を仲間にしたかったのではないでしょうか。しかしワポルは我先に潜水機能を持つ船で手の出せない海の中へ逃げてしまった。これでは追うこともできないのでセカンドプランに移ります。黒ひげはインペルダウンに行くためだけにわざわざ七部会になりました。先ほども言いましたが、黒ひげがインペルダウンに行った理由は強力な仲間を得るためではないと思います。こんな回りくどいことをしてまで強力な仲間が欲しいなんて、元からいる仲間だけでは不安だと言っているようなもので、それをバージェスたちが気持ちよく受け入れるとは思いません。さらに言うなら、仲間を得るのが目的だったのであれば、戦力は多ければ多いほどいいはずです。レベル6で殺し合いをさせて人数を絞る意味がありません。その逆のことをやったのがバギーであり、強力な味方を極力増やし続け、他人の力で4コになっています。黒ひげがインペルダウンでしたことがバギーと同じではなんだかしっくりこないと思うのは僕だけでしょうか。僕は黒ひげは特定の誰かをローから出すためにインペルダウンに来たのだと思います。それがサンファンウルフです。これはあくまで僕が黒ひげならばですが、サンファンウルフが殺し合いで生き残っていたとしても連れ出そうとは絶対に考えません。インペルダウンから逃げようにもまずサンファンウルフを乗せられる船がありません。食事も相当な量が必要だと想像できるので、後悔をしなければならない海賊にとってデメリットが多いと思います。僕は以前の動画内でサンファンウルフは悪魔の実を食べた船だと考えたのですが、
ビブルカードにウエストブルー巨人族の村出身の99歳だということが書かれていますので、これは間違いでした。どうやら逆だったみたいです。サンファンウルフは船のみの能力者だと思います。城があるのだから船があっても何ら不思議ではありませんよね。もし黒ひげがそのことを知っていたのであれば、サンファンウルフを連れ出せると考えた理由に説明がつくんです。サンファンウルフ、多分彼、人型の時でも普通に海に浮いています。あまりにでかいので勘違いしてしまいますが、サンファンウルフの最大身長は1万8000センチ、つまり180メートルです。ズニーシャの身長が3500万センチ、つまり35キロですから、縮尺を考えてもとても深さのわからない海を歩いて渡れるような身長ではないんです。しかし悪魔の実の能力者なら溺れるはずだ、そう思いますよね。ここが盲点なのですが、悪魔の実の能力者は体に力が入らなくなって溺れて沈んでしまうだけで、水に対する浮力が変わるわけではないんです。プルトンが初めて語られたアラバスタ編でミスター3が水にプカーって浮いていましたよね。 SBS で小田先生は、あれはなんと偶然にもミスター3の体の下にものすごい浮く木片があったんですねと読者の質問に答えられています。まあこれはギャグとして片付けられていますが、同じくプルトン編といえる NS ロビーでは溺れたルフィを8歳のチムニーが引き上げています。おそらく落ちているロープを使ったのだと思いますが、沈む力は子供が引っ張る力よりも弱かったことになります。ルフィは海の中でもゴム人間であったことは変わりなかったし、小田先生監修のアニメでも巨人の少女リリーは海に落ちた時逆に能力で体を小さくしていました。ということは悪魔の実の能力は海の中では使えないということではないようです。つまりもともと能力により浮力が高いのであれば泳げなくても沈むことはないということです。黒ひげがボニーと引き換えに軍艦を交渉していたのも、浮いているだけで体に力の入らないサンファンウルフを牽引するためでしょう。黒ひげが七部会になってまでインペルダウンから出したかったもの、それが船となる巨大戦艦サンファンウルフなのだと思います。アラバスタ編でプルトンを手に入れるために計画を立てていたクロコダイルに対して黒ひげが計画の話をしていたことが、小田先生がヒントを匂わせてくれているような気がしています。頂上決戦の時に戦国にそいつらの解放が目的だったのかと聞かれた黒ひげは、ぜはははは、そうとも、初めからそれだけだ、そしてこれが全て、今にわかると返しています。どうやらもうあらかたの仕込みは終わっていそうです。今から黒ひげが手にする船がどんなものなのか楽しみになりますね。ここまでで僕の考える黒ひげが作るプルトン考察の仕込みも大体終わりました。ここからが本題のプルトンの手法とどんな造形なのかの考察になるのですが、ちょっと編集に時間がかかりそうなので次の動画で話します。その代わりに今回の動画に入れておきたい話をします。あまり触れられていないんですけれど、ワポルとイッシー20の行動で圧倒的に違和感のある描写があるんですよね。それがここ。ワポルが首から上がつながっていなくても生きていますし、胴体が喋っているようです。治療にはブリキやトンカチが使われ、術後には何事もなかったようにピンピンしています。しかも国民の誰もそのことに驚いている人がいません。それに対してドルトンはイッシー20の治療を受けた後でもダメージは抜けていませんでしたよね。これはワポルが特別な種族かサイボーグでもない限り、バクバクのみの能力が関係していると思います。そしてそのことは国民には周知の事実となっているようです。紹介欄にはブリキング海賊団船長ブリキノワポルと書いてありますが、ワポルの能力はバクバクなのであってブリキは全く関係ありません。ルフィたちとの戦闘からだけでは想像できませんが、ワポルはブリキのおもちゃのようになっているのでしょうか。ワポルは自分のことを食べて改造することもできるので、それぐらいやっていてもおかしくはありません。確定していることは、バクバクの能力者はイッシー20の医療技術をもってすれば、体をバラバラにしてもそれぞれが生きることができ、簡単に治すことができるということです。このことをもし黒ひげが知っていたらどうでしょうか。黒ひげのヒントとして挙げられることが多いスリラーバークのケルベロスは、もともと3頭の動物をつなぎ合わせて作られていました。同じケルベロスと呼ばれていたバスカビルは頭が3つある人かと思ったら、本当は3人がくっついているだけでした。よく考察されているように、黒ひげに3人分の人格があったとしたら、バクバクの能力を奪いイッシー20の医療技術で3人に分かれるという計画も含まれていたかもしれません。黒ひげってなんやかんやと仲間を増やしていますが、ルフィが仲間に誘う理由とは正反対だと思います。ルフィは弱くても一緒にいてほしいのが仲間ですが、黒ひげは強ければ誰でもいい、そんな感じがします。黒ひげは結局のところ、本当は自分の中にいる3人しか信用していないのではないでしょうか。ここもクロコダイルとリンクさせられている気がします。答えなど出ないような考察になってしまいましたが、可能性として面白いと思ったのでお話ししました。
最後に最新話1076話の気になっている話をします。僕は以前の3本の動画内で2つの法則を導き出し、ネズミ、タバコ、19の全てが当てはまるベンベックマンと、緑と白のストライプ、肉を食べているラッキールーはシャンクスを裏切るかもしれないと話しました。それを踏まえた上でのこのコマを見てください。おそらくブルーベリーであろう果実の向こう側にベンベックマンがおり、ラッキールーが果実を食べています。ブルーベリーはシャンクスの嫌いな食べ物なんですよね。そしてブルーベリーの西洋での花言葉には裏切りという言葉もあるんです。ブルーベリーの向こう側イコール裏切る側にこの2人がいるということでしょうか。やはりこの2人は注目すべきですね。ということで今回の考察は以上です。黒ひげの作る船の考察は次回がメインです。絶対に見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。もしまだチャンネル登録されていない方はお願いします。高評価、コメントもよろしくね。